こんにちは、ドロです。皆さんは投資に興味はありますか？興味があったらどこから投資をしたいですか？このチャンネルでは、中高年初心者を対象に世界の株価指数、それからコモディティ商品、金とか銀とか農業商品ですね。からたまにビットコインといった仮想通貨、いろんな銘柄を安く楽しく投資をして皆さんと一緒に学べるチャンネルということで考えてます。概要欄の方にチャート名、それから証券会社の方貼ってありますので参考にしてください。また銘柄とか操作方法、リクエストなんかもコメント欄であると嬉しいと思います。またこのチャンネル応援できるよとか、そういう方いらっしゃればぜひね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。さて、今日の背景なんですけども、YouTuber さんなのかな？医師とそれから投資家を兼用されているしゅんさん。この方がですね、イデコの説明という解説がとっても良くてですね、ぜひね、紹介したいなと思って今回出しました。このしゅんさんの、動画できっかけになったっていうのが、米国 SP500 ってありますよね。で、それを投資しようと心に決めたきっかけになった人です。で、イデコの方ですけども、平成29年かなに法律が改正されて、一般の人の幅広くできる体制になって、さらにまた来年かな、もっと高齢の方でも投資しやすい条件が揃うということで、今結構申し込み数とか増えてるんじゃないかなと。ただ、思ったのは本だとかがあんまりないんですよね。このしゅんさんと、あと、両学長だったかな、お金の大学っていう本も出されてる。方のイデコの話はとてもわかりやすいなと思うんですけど、その中で僕もしゅんさんの方をちょっと選ばせていただきました。今日は、前半にイデコの概略説明をして、動画が2回に分かれると思います。で、私の方も実際もうイデコを1年半ぐらい前かな、始めていて、で、後半はですね、SBI 証券のイデコの画面をちょっとお見せして、実はスイッチングっていう銘柄変更をね、しようと思って、で、実際それをお見せしたいなと思っております。毎回言いますけど、高橋ダンさんの方でやっているポストプライムを参加させていただいて、SNS とか最近全然やってなかったんですけど、投資家さんとかいろんな方に交流させてもらって、いつも刺激を受けてね、すごい今幸せな日々を送ってます。ポストプライムの皆さんとか見てますかね？ちょっとなんていうのかな、交流がしにくいというか、そういうシステムになってるみたいなんでね、ぜひね、ポストプライムでここの動画とか見てらっしゃる方は、コメントとかいただけると交流がね、しやすいのでね。で、私もまだ新人トレーダーなので、そんな YouTube とか全然人数も少ないですし、もう100人ぐらい小さいコミュニティで一緒に学べることができたらいいなって思ってるのでね、よろしくお願いします。今日もね、こんなことでよろしくお願いいたします。それでは早速しゅんさんの動画の方から切り抜きをさせていただいて、補足解説をしていきたいと思います。まずはしゅんさんの声を聞いてください。お願いします。イデコはやってらっしゃいますか？所得税がどうこう、運用益がどうこう、退職金がどうこうって本当に分かりづらいですね。端的に言うと、イデコを始めれば年率 15% 以上のリターンが確実に得られます。投資した年に限りますが、楽天カードで投資信託を買うと 1% の還元でしたね。イデコの場合、最低でも 15% 戻ってきます。所得が多ければ 55% です。これはすごいメリットです。特に会社員の方でしたらほぼ確実です。そして朗報がありまして、法改正によってさらに加入しやすくなります。今日はそのお話をします。今日はイデコのお話をします。イデコは確定拠出年金のことです。自分で拠出ってのはお金を出すという意味で、積み立てと同じ意味で考えて問題ありません。つまり毎月 1,2 万円ずつ積み立てをします。自分で運用、つまり投資信託などを買っていきます。そしてその結果によって将来年金が受け取れる制度です。こんなイメージでも、イデコは積み立て NISA などに比べるとちょっととっつきづらいですね。できる人とできない人がいる。拠出する金額がバラバラ。会社に書類を提出しないといけない。なのでなかなか動画にしづらいところがありました。わかりづらいです。イデコのメリットめちゃくちゃ簡単に説明します。結論は、始めれば年率 15% 以上のリターンが確実にもらえる。これにつきます。特に収入が多い方ほどリターンが大きいため、絶対にやった方がいいです。メリットデメリットは後でお話しますのでご了承ください。イデコは個人個人が作る年金です。国民年金、厚生年金に加えて自分で追加することができる個人年金です。この表でいう1階部分が国民年金、2階部分が厚生年金。
イデコは3階に当たります。ちなみに企業が年金を運用してくれるところもあり、それは企業型確定拠出年金と言います。企業型 DC のことですね。基本的に今のところイデコとの併用はできません。イデコは国が用意してくれているので、それらの保険会社が作る個人年金よりはるかに節税効果が高いです。仕組みとしては積立 NISA に非常に似ていて、自営業か会社員かあるいは企業によって掛け金が違うのですが、だいたい月々1万2000円から2万3000円積み立てができます。そして一番のメリットは掛け金が全額所得控除になるということです。所得控除って何って感じですね。所得控除っていうのは簡単に言うと、その掛け金の額、例えば年間24万円だとすると、その分が丸々所得が少ないとして税金が計算されるっていうことです。税金っていうのは所得税と住民税のことですね。ちょっとここで一回止めますね。しゅんさん頭がいいので早いです。NISA って皆さん聞いたことありますよね。非課税の。で、このイデコもその非課税がもう一個できる投資っていう風に考えた方がいいと思います。SBI 証券さん、あとマネックスもそうですね。ここのイデコを使うとかなり有望なのは間違いないです。この後ぐらいかな。ここいいですね。SBI 証券のイデコ口座ですね。はい、ちょっと見ますね。そして運用しているのはみんな大好き EMAXIS Slim シリーズです。SBI 証券の場合 EMAXIS Slim の S&P500 先進国、新興国、全世界日本を除く国内株式全部あるのでご安心ください。自分は正直今のところ何も考えずに適当に全世界株と米国株半分くらい買っていますが、リターンを求めるなら一部アクティブファンドを入れてもいいかもしれません。こんな感じで SBI 証券のイデコは37商品から選べるのですが、投資信託などを買った時の利益が丸々非課税ということです。これは積立 NISA などでおなじみですね。2022年5月からは国民年金の非保険者なら65歳まで拠出できるように変更されます。はい、ちょっとストップしますね。ちょっとね、動画を戻して、ここかな？はい。こちらの内容ですけども、米国株 S&P、EMAXIS Slim、それから EMAXIS Slim 先進国、EMAXIS Slim、全世界株式という風になっています。で、しゅんさんは、ほぼこの説明はパーフェクトなんですけど、実は、ここ投資する、商品が、これ、ほとんど、これ、分散投資になってないんですね。はい。どの銘柄を選べばいいかっていうのは、この時、米国でいいやと思ったんですかね。この、イデコの最大のメリットは節税だけじゃなくて、SBI 証券だったら、この EMAXIS Slim シリーズを非課税で投資ができるっていうのが最大なメリットだと思います。で、これ後半に EMAXIS Slim とゴールドの説明をしたい。これでぜひね、イデコをやるんだったら SBI 証券がいい。はい。では後半の方に進みたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは、まず最初に銘柄の説明というか、今回は、イデコでも採用されている、EMAXIS Slim シリーズについて説明をいたします。SBI 証券とマネックス証券の2つだけだったみたいですね。もっと安いのも出てきてるんですけど、必ずなんか EMAXIS Slim はシリーズ、Slim ですね、これ。EMAXIS も別であるんで、これ注意しないといけない。Slim が入ってるやつですね。で、この EMAXIS Slim シリーズは、投資信託で、この信託報酬を下げると、また必ず下げてくると、いつもよくやってくれてるなっていう感じはしてます。はい。でですね、この株式というところで、EMAXIS Slim シリーズということでたくさんあるんですね。国内株式、トピックスと連動したもの。積立 NISA も対応です。それから先進国株式のインデックス。こっちが EMAXIS Slim の新興国株式のインデックスということになります。信託報酬は若干高めって言っても 0.18 ですのでね、高くはないんですけど。はい。それからこっちが日経平均の EMAXIS Slim になりますね。はい。から、こちらがEMAXIS Slim の米国株式 S&P500。私が一番一押ししている、積み立てするならこれって言ってるものになります。若いうちはこれで積み立てればいいと。ただ本当にほっとくだけじゃダメですよ。はい。値動きもお見せします。
それからいろんな YouTuber さんはこれを推奨してますね。わからない人はまず EMAXIS Slim の全世界株式除く日本以外のやつですね。をやってますね。やっぱり日本がどうしても伸びていかないな。その他の世界はね、人口が増えてて伸びてるなと思えばこれを使っています。で、日本を入れているものが下ですね。EMAXIS Slim の全世界株式オールカントリーですね。日本を入れてます。で、ここからあと株式の方は、EMAXIS Slim 全世界株式の中でも3地域均等型っていうのもあります。最近できたのかな？これあんまり聞かないですけどね。で、債券にも EMAXIS Slim があります。EMAXIS Slim の国内債券、それから先進国インデックスっていうのの債券、2つあります。リート、不動産の関係ですね、もあります。ここら辺、積立 NISA の対応、iDeCo の対応にも入ってない、国内のリート、それから先進国のリート。先進国のリートか、ちょっと興味はあるんですけど、まだギャンブルかなっていう気はするんですけどね。はい。とにかくギャンブルだと思えることっていうのはちゃんと調べて正しい知識を持たないと投資ってなかなかできないので、はい。から、これバランス型ですね。この、バランス型っていうのは株式も入ったり、債券も入ったり、リートも入ったり、金も入ってんのかな？そういう均等型ですね。最初わからない人はこれを入れる時もあるんですけど、これは本当にやめた方がいいと思います。どこ？ほったらかしにしてもいいやつって何でしたっけ？出てこない。なんだっけ？ウェルスナビか。はい。とかがこういうのを採用しているですね。最近ウェルスナビも効かなくなりましたね。ちゃんと値動き見てリターンを見た方がいいと僕は思います。ちょっと話それました。で、EMAXIS Slim シリーズがこれだけあります。ただ、積立 NISA って書いてあるものが、人気があると思いますね。で、今回は NISA じゃなくて、iDeCo で採用しているものを、もうちょっと、説明をしたいと思います。こちらの画面ですけども、EMAXIS Slim シリーズの先進国インデックスの組入れ銘柄ですね。特に注目していただきたいのが、この先進国でどの国がどれだけ入ってるかということです。先進国株式で、米国、アメリカが 72% 入ってます。で、イギリスが 5%、スイス、カナダ。組入れ銘柄が、1位がアップル、2位がマイクロソフト、3位がアマゾン、4位がグーグル、5位がフェイスブック、6位がテスラ、7位が JP モルガン、ジョンソン&ジョンソン、アルファベット C、グーグルの A と C が分かれてますね。ビザ。見てください。上位10個、アメリカです。先進国株式も、ほぼアメリカの企業で成り立ってると思った方がいいと思いますね。次、これ比較になると思うんですけど、EMAXIS Slim の S&P500 の全米株式、米国 100% です。当たり前ですね。米国株式ですから。ということは、先進国が 72%、米国が。当然、米国も 100%。これ、アメリカに投資してるとほぼ変わらないと思いません？これ分散になってないんですね。はい。この内訳ってみんなあんま知らない。先進国だから、ね、フランスとかドイツとかこのヨーロッパ圏が結構入ってるだろうと思ったら、全然そんなことないですね。で、分散投資をしたいなと思ってるのが、この次かな？はい。EMAXIS Slim 新興国株式インデックス。見てください。1位が中国 29%、2位が台湾、3位が韓国、4位が香港、5位がインド、6位がブラジルという風に、南アフリカということでワクワクする。これから登ってく。ただ、ドルが強いので、今は一回ちょっと落としている状態。特に中国が今、ちょっといろいろ規制もあったり、買って落としている。ということで、またチャートをお見せしますけど、あんまり良くない。構成銘柄の1位がアリババですね。で、2位が JD.com、3位がバイドゥ。でもここにテンセントは入ってないのか。はい。20位まで載ってますけども、実はこのアリババ、ジンドン、バイドゥはもう本当に有名な、ハイテク企業1位、2位、3位を入れてます。トップのアリババでも 2.37 で、あと 1% 未満ですからね、すごい分散されている銘柄かなと思いますね。多分ですけど、銘柄変更もするのかな？何かと連動してるのかなこれ。
申告、これですね。MSCI エマージングマーケットインデックスと連動してる。なるほど。じゃあ、ここの、MSCI さんが銘柄を変更すればね、変わってくるってことですね。はい。次行きますね。オールカントリーです。全世界で投資してるよと言いながらですね、米国 44%、日本 30%、この2つで構成されていると言っても過言ではない。で、オールカントリーでも日本を除くっていうのもあります。構成銘柄の1位、でも1位がアップル、2位がマイクロソフト。時価総額ベースでやってるから結局 30% 日本があるのにもかかわらず、組入れ銘柄の上位が全部アメリカとこれ。だから結局アメリカに投資をしてると比率が高いですからね。分散投資っていう観点からすると、オールカントリーも先進国のインデックスも米国も、アメリカに頼りまくってるっていう。だったらアメリカ一択でいいわけですよね。新興国だけ全然銘柄が違うという内容になります。ちなみに、さらっとだけ紹介しますね。三菱 UFJ 純金ファンド。これ、イデコで金積み立ててます。2020年から残念ですけども、これ5年とかにやるとわかるんですけど、上がってるんですよ。長く見ていけば、金ももっと上がっていくんではないかなと思うんですよ。だけど1年で見ると、リターンがそんなないという状態ですね。はい。それで、これが国内の SBI の、ファンドの J リバプ。ちょっと買ってました。一時期、国内でも成長株買おうかなと思って買ってましたけども、ね、くら寿司とかね、いいんだろうけど、ちょっとね、今は積み立てるのはちょっとやめとこうかな。国内の好きな人がね、成長株もいいとは思うんです。長期で見ていくなら今はアメリカをベースにして、あと分散して新興国にあと金に入れたいなと思っております。その具体的なチャートをね、お見せしたいと思います。まず S&P500 の週足のチャートになります。コロナでも落としてますけど、安心の右肩上がりですよね。やっぱりアメリカに投資しておけば、上がっていくだろうな。これ本当にね、週足のこの200日移動平均線ね、全然コロナ以外タッチしてないんです。全部平均上なんですね。それでもナスダックも上がり続けてますし、本当に安心の積み立てです。次行きますね。ユーロです。週足ですけども、コロナではロックダウンした時かなり落としましたけども、回復してきております。アメリカは安定して見てるので、積み立ててもいいかと思うんですけど、ユーロがね、まだね、積み立てる動機がないというか、っていう、これは好みかもしれませんがね、新興国の中心の CSI、中国の週足になりますね。ここは本当にやっぱ好みだと思うんですよ。将来、中国がまた爆発的に上がってくるなんてわからないんですけどね。チャートの方が2016年から、2021年。この2015年落としてるのがチャイナショックって言われてるとこですね。それ何でしたか？中国の正月がピーク。そこからこの半年でずっと落として水準がこうですね。2018年のこの位置。今これをまだ下げるのか、この週足の200日移動平均線。ここまでタッチするか、はたまた今から回復していくかです。でも長期でここで持って回復していくのを待ちたいです。新興国もう一個、インドですね。やっぱ可能性感じますよね。デルタ株もあってすごく大変だったと思うんだけど、週足で見ると元気に上がってきてるんですよね。はい。ということで、新興国に投資を長期でしていきたいっていう思いがね、あるわけです。はい。それでは、後半、実際にイデコの方のスイッチングの方をね、EMAX スリムの新興国株式の比率を高めて、スイッチングの方をね、実際にね、画面を使ってやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。